皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは教科書にはあまり出てこないネイティブが日常で本当に使っている日本語を自然なスピードでお届けしています。ちょっと早いなと思った方は再生スピードを調整して自分に合ったスピードで聞いてみてください。ということで今日のテーマは敬語とタメ口いつどうやって使い分けるについてお話ししていきたいと思います。ではエピソード12スタート。はい、皆さん日本語には敬語とタメ口あるの知っていましたか？知ってる方が多いかもしれませんね。はい、ではまずは敬語とタメ口の違いについてちょっとお話ししていきたいと思います。敬語は相手を立てたり丁寧に話す言葉ですね。例えばですとかますで終わる文章が多いです。例えば例文で言うと、はじめまして、しおんと申します。よろしくお願いいたします。これが敬語になります。じゃあ、タメ口はというと、タメ口は友達とか家族とかに使うカジュアルな言葉です。だよとかするのように砕けた言い方になります。さっきの例文で言うと、やっほーしおんだよ、よろしくねみたいな感じです。さっきの敬語とタメ口、全然違いますよね。そして敬語には3種類の言葉があります。皆さん知ってましたか？はい、1つ目は尊敬語です。尊敬語は相手の行動を高めて言う言葉です。ちょっとわかりづらいですよね。ちょっと例文を言いたいと思います。まずは普通の言い方。例えば、先生が来ます。先生が来ます。これは普通の言い方です。で、尊敬語の場合は、先生がいらっしゃいます。先生がいらっしゃいますになります。いらっしゃいます。これは来るという意味なんですけど、これが尊敬語になると、いらっしゃいますになります。他には、例えば普通の言い方だと、先生はこの本を読みます。先生はこの本を読みます。これ普通の言い方です。これを尊敬語にすると、先生はこの本をお読みになりますという言い方になります。はい。とかですね。あとは、ご飯を食べます。これは普通の言い方ですね。ご飯を食べますを尊敬語にすると、ご飯を召し上がります。召し上がりますという言い方になります。はい。これは相手の行動をちょっと特別な言い方に変えるイメージです。はい。では次に2つ目、謙譲語です。ちょっと難しそうですよね。謙譲語、皆さんイメージできるかな？はい。これ簡単に言うと、自分を下げて相手を立てる言い方になります。これでもね、ちょっとまだイメージしづらいと思うので、ちょっと例文を言っていきますね。例えば、まずは普通に言うと、今から先生の家に行きます。これは普通の言い方ですね。これを謙譲語、自分を下げて相手を立てる言い方をすると、今から先生のお宅にお伺いしますという言い方になります。はい、これ、行きますの謙譲語はお伺いしますになります。ちょっと難しいですよね。全然単語が変わってきます。はい。他の例文で言うと、先生にこの本をあげます。あげるはプレゼントしますって意味ですね。先生にこの本をあげます。これを謙譲語に直すと、先生にこの本を差し上げますになります。はい。これ、あげると差し上げる。同じ意味なんですけど、自分の行動をへりくだる。へりくだるっていうのは少し下に下げるという意味なんですけど、自分の行動を下に下げる言い方をすることで相手を立てるというイメージになります。日本人でもさっき話した尊敬語と謙譲語、ちょっとね苦手な方多いと思います。私も日本語の先生になる前までは全然違いがよく分かってなかったし、間違った使い方をねしてたと思います。今はたくさん勉強して違いが分かってきたんですが、日本人でもちゃんと勉強しないと間違った使い方をねしてる方かなり多いと思います。はい、では最後に3つ目ですね。3つ目は丁寧語です。丁寧語はね一番簡単だと思います。皆さんがよくいつも聞いているような文の最後にです、ますをつける言い方です。はい、例えば
ご飯を食べる？これは普通の言い方です。はい。これを丁寧語にすると、ご飯を食べますかになりますね。はい。ちなみにご飯を食べますかの丁寧語は、ご飯を召し上がりますかになります。あとは、ご飯を食べます、食べます。これの謙譲語はいただきますになります。皆さんこれは聞いたことありますか？いただきます。はい。これは実は謙譲語でした。ご飯を食べる前に日本人はみんないただきますということが多いんですけど、ご飯を食べる前の挨拶みたいなものですね。はい。これ実は謙譲語でした。はい。いただきますと言いますね。はい。普通に言うとご飯を食べる。丁寧語で言うと食べます。あとは謙譲語で言うといただきますになります。はい。はい、使うね、ちょっと単語が変わってくるので、ちょっとね、上級者編になるかなと思うんですけども、ぜひ日本の文化をね、理解する上でも、敬語というのはとても重要なトピックになってくると思うので、ぜひこのポッドキャストで使えるようになるのはね、難しいかもしれないけど、このポッドキャストで、日本語って敬語とタメ口とか尊敬語、謙譲語、いろいろあるんだなっていうのをね、覚えておいてほしいです。さっきのお話をまとめると、尊敬語は相手を上げる言い方です。で、謙譲語は自分を下げる言い方です。丁寧語は言葉を丁寧に伝える言い方です。役割がね、ちょっと違います。じゃあなんでそもそも日本には敬語とタメ語があるのっていうと、理由はね、大きく4つあります。まず1つ目は、日本は上下関係を大切にする文化があります。例えば先輩後輩とかですね。昔は、家族にも敬語を使っていました。お父さんのことを父上と言ったり、お母さんのことを母上と言ったりします。今の時代はそういうふうに呼んでいる家庭はすごく少ないと思うんですけど、昔は父上、母上、すごく固い言葉で表現していました。はい。二つ目は、和を重んじる文化だからです。和を重んじる文化って何って感じですよね。はい。じゃあちょっと解説します。和という字は平和の和とか、これ訓読みすると和むと読みます。和というのは、平和にしようとか、仲良くしようとか、あとはバランスを取ろうね、みたいな意味があります。なので、人と人がぶつかり合ったりせずに仲良く平和にやろうねという考え方が結構日本人は大切にしています。具体的にどういうことというと、相手に失礼のないようにするだったり、相手を傷つけないようにするとか、自分の意見を強く主張しすぎないとか、周りの空気を読んで行動するみたいなことがあります。これすごく日本人っぽくないですか？そうですよね。そう、日本人はね、あまり自己主張というものをあまりしない文化があります。これは和の文化から来ています。争い事を起こさないようにしているんですね。はい。こうした考え方から日本語には敬語というものがね、どんどん使われるようになりました。相手を立ててトラブルを避けるようにできるだけ和やかに円満に会話を進めるために敬語ができたと言われています。あとはそうですね。会社とかでも、これはね、日本のいいところでもあるけど悪いところかなと思う部分が、会社とかでも自分の意見を強く主張しすぎると、こいつ空気読めないって思われちゃったりします。あとは敬語を使わないと失礼だなって感じ取られちゃったりとか、これはもうね、全部人間関係を円滑にして、和というものを乱さないようにするための、なんか根底、そう日本人の根底にあるルールみたいなものなんですよね。はい。これは時と場合によっては良かったりとか良くなかったりするかなと私は思います。なのでまとめると、和を重んじる文化っていうのは人との争いを避けたりとか平和で居心地のいい関係を築こうとする文化のことを言います。その考え方が敬語ができたりとか、タメ口の使い分けに、大きく影響していると思います。では次4つ目、
じゃあ敬語とタメ口どうやって使い分けるのというところなんですけど、実際に使い分けをする場面は初めて会った人だったり、これは年齢関係なく敬語でまずはお話しします。あとは年上の方、あとはビジネスのシーンでは年齢関係なく敬語で話すことが多いです。で、タメ口は仲のいい友達とか家族、あとは同年代、同い年の方とかはタメ口で話すことが多いです。ただ問題はね、その中間の人なんですね。どういうことかっていうと、みんなはどうかな、会社の方、仕事をする仲間と友達になったりすることありますか？どうかな。私はですね、過去会社に勤めていた時に、仕事仲間だけど、プライベートも仲のいい友達みたいな関係の人がいました。そう、仲がいいけど仕事でも一緒みたいな関係ですね。はい。ここでちょっと5つ目、私のリアルなエピソードをお話しすると、前に私が仕事を通して仲良くなった方がいるんですね。私がその仕事を辞めた後も、実はやりとりが続いていて、なんと沖縄までに遊びに来てくれたんです。でもその時私もずっと敬語で話していて、ちょっとなんかね、ぎこちない感じがね、していました。その方はね、同年代だし、取引先でもなくなったのに、敬語をね、ずっと話してたんですね。なので、ちょっとぎこちなかったんです。仲はいいのになんか距離感あるなってちょっと思っていました。そこで思い切って、これから敬語をやめてタメ口で話さないと、お互いね、確認をね、取ったことがあります。なので、それからはプライベートで遊ぶ時とかはタメ口で、逆に仕事をする時は敬語に戻すみたいなことをしています。そんな風にね、場面ごとに、同じ相手でも場面ごとにね、タメ口と敬語をね、切り替えるようになりました。なので、同じ人でも、場面とかシーンによっては、日本語のタメ口と敬語を使い分けたりもします。相手との距離感だけじゃなくて場面によってどう使い分けるかもね変わってきます。あとは6個目なんですけど、注意点があります。さっきもねちょっと言ってた前の会社で仲良くなった方が私が仕事を辞めた後に普通に友達としてプライベートで仲良くなった時にずっと敬語を使っててちょっとぎこちなかったってお話をしたかと思うんですけど、逆にね、そう、敬語を使いすぎると、距離を感じるな、ちょっとこの人と仲良くなれないのかなって思っちゃったりもします。逆に、タメ口を早く使い始めちゃうと、なんか慣れ慣れしいなって思われちゃったりします。ちょっとね、ここら辺が難しいですよね。はい。だからこそ、最初は敬語でお話しして、仲良くなったらタメ口。あとは仕事とかフォーマルな場面では敬語に戻すみたいなのがすごく自然です。あとはちょっとタメ口で話していいか迷った時、もっとこの人と仲良くなりたいけどずっと敬語話してるなみたいな時は一度相手に確認しちゃったりもします。そろそろ敬語をやめてタメ口で話してもいいかなってお話ししたりします。はい。そのね確認をするって多分なんか日本独特ですよね。なんかすごいなんか日本っぽいなって思います。はい、まとめると今日のお話ししたテーマは敬語とタメ口の違いですね。敬語には3種類ありました。尊敬語と謙譲語と丁寧語です。この3つのね敬語の違いについては少しまた上級編のお話になるので、また別のエピソードでねゆっくり解説していきたいなと思います。はい、今日はまずは敬語には3種類あるんだなってことをね理解してくれると嬉しいです。そしてなぜ日本語にはこの2つの言い方があるのか。敬語とタメ口は日本人のもともとの文化だったりとか人間関係を表す、ツールみたいなものですね。はい、大事なねポイントは使い分けることですね。相手との関係だけじゃなくて場面によっても変えることがあります。例えばプライベートでとっても仲がいい友達だったとしてもビジネスの場面になった時は敬語でお話ししたりします。こういった使い分けもね日本人はよくしています。では今日のテーマいかがだったでしょうか。ちょっとね難しいテーマだったかもしれないんですけど、またね敬語の3種類については別のエピソードでまたお話ししていくと思います。
私もね、いつもこのポッドキャストでは敬語でね、お話ししてることが多いんですけど、友達とのトークではカジュアルな言葉、タメ口だったりとかをね、使う場面が多いと思います。タメ口でちょっとポッドキャストをね、撮ってみたりとかもしたいなと思うので、ぜひリクエストがあったらコメントで書いてくれると嬉しいです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。